韓国語の勉強頑張ってますよね。教科書を買ってアプリで単語を覚えて1年経ったら僕の日本語みたいに話せると思ってませんか？でも残念ながら10年頑張っても韓国人のように話せない日本の方多いです。どれだけ単語と文法が完璧でも韓国人が聞けば日本人だなってすぐわかります。これ逆バージョンと一緒ですね。日本語どんなに頑張っても韓国人の日本語だなって分かってしまいます。これなぜなのか、どうすればよいのか、またネイティブと会話するときにはどんな感じでやり取りすべきかも教えます。日本人が韓国語を話せない一つ目の理由はですね、発音がそもそもできないということです。韓国語の発音って日本語では再現できない音が多いんです。例えば、キムチは日本語でキムチですよね。日本人の耳にはキムチとキムチって一緒のように聞こえるんですけれども、実際は別的なんですね。というのも、日本語の発音は音の種類が少なくてですね、韓国語には母音が21個あって、子音が19個あるんですけれども、日本語はその半分と言われています。二色の絵の具で虹を描こうとするようなものなんですね。二つ目の理由はですね、イントネーションが日本のままですね。日本語はですね、嬉しいですって言語になるんじゃないですか。嬉しいですと声がそのままなんですけれども、韓国語は너무 기쁩니다。で、最後に기쁩니다。ってなったりするんですよ。この微妙な違いがあるんですね。同じ言葉を言っても抑揚が逆だから、韓国人からすると不自然。でも韓国語ではあるかという感じになっちゃいます。最後3つ目の理由。教科書の韓国語と現実の韓国語のギャップです。テキストではですね、제가 하겠습니다。私がしますと習うけど、実際の会話では、제가 할게요が9割ですね。教科書では100件でも現実では微妙に違うんですね。このような微妙な違いが理解できてないまま、10年勉強しても韓国人っぽさはたどり着きにくいです。じゃあ、ネイティブみたいに話すためにはどうすればいいのか。これ一つしかないです。ネイティブとたくさん話すことですね。どれだけアプリを使っても、教科書を覚えても、実際に話さないと音の筋肉は育ちにくいです。僕の周りで日本語上手かった韓国人留学生には特徴があります。日本人の恋人がいるか、日本人友達を大量に作れているか、つまりリアルな韓国語のシャワーを浴びるんですね。その方法としては、交流会、言語交換アプリ、友達紹介、留学などあります。しかしですね、ただ話すだけじゃ足りません。3つのポイントあります。1つ目、最初にどんなに小さいミスでも絶対に指摘してくださいと言っておく。2つ目、日本人っぽいと思われた瞬間には止めて修正させる。3つ目、そして必ず口で覚えておくことです。今日はこの3つのポイントをですね、実際の日本語オンラインレッスンを用いて、僕は日本語を練習しながら皆さんに方法を教えます。このオンラインレッスンは iTalki というオンラインレッスンです。今、iTalki に来てですね、こちらにリンダ先生を招きました。リンダと申します。よろしくお願いします。日本語をチェックしたり、あとビジネスの言葉を4年半教えています。今日はリンダさんにですね、2つお願いしたいことがあってですね、どんなに小さいミスでもぜひその場で指摘してください。韓国人っぽいと思われた時点でもうその場で止めてください。大事なことですね。はい。じゃあ、細かく、パクくんさん、いきますよ。はい、お願いします。はい。じゃあ今日はですね、韓国について話し合えたらと思うんですけれども、韓国のことで気になっていることはあったりしますか？観光客目線で言うと、地元の僕たちだったら行くのになぜ観光客は行かないの？そういう場所ってありますか？ロッテワールドというところがありまして、韓国版ディズニーランド地区なところです。ごめんなさいね。韓国版ディズニーランドな地区なところです。ここね、小さい「つ」が入るところは、地区なところです。それは韓国の人には人気があるということですね。室内と室外があるので、雨が降っても室内で乗れるという。雨が降っても、高いところから低いところに、雨が降っても、雨じゃなくて雨なんですね。そう、おっしゃる通りですね。通り、はい。おっしゃる通りですね。パクくんさんが好きなスイーツってありますか？一つ目は、スイーツかわかんないですが、もう一度。一つ目は、二つ目は、三つ目は、これ覚えたら全部いけるから。一つ目は、そうです。一つ目は、街で売ってるフルーツジュース。街で売ってる。街で売ってるフルーツジュース。スイカとか、パイナップルとか。スイカっていうのは、電車乗るときのタップのことね。
スイカ。おー、なるほど。はい。スイカはタップ。スイカ。そう、スイカ。二つ目は何ですか？カフェで売ってるパンみたいなものがあって、一般のドートルみたいなところでパン売ってたりするんですけれども、を取るって何ですか？ドトールそうですね。ドドトールいや、難しい。ごめんね。ね、違いますよね。はい。ドトールで、専門のパンみたいな、パンの中にチーズが入ったりしてるような、それを見つけたらぜひ行ってみてください。ナイス。ナイスだね。イントネーションね。簡単にもっと覚えてほしくて、例えば、桜食べる、走る、歌うってあると、日本のイントネーションは、最初の言葉は低い。でも、韓国の人に多いのは、最初の音を高くしちゃう。桜、走る、歌う。そうじゃない。桜食べる、走る。ポイントを押さえると難しくないんだよね。桜、高いんだよ食べる、そう。走る。おー、日本人っぽくなりました。この短い間でもう自分の癖が分かってきて。だから韓国を学んでる日本の方々も、こうやってプロの方々とかネイティブの方々と話して指摘してもらうというのは、とても大事だなというふうに思いながらいました。はい。陶器でのそのリンダさんとの、会話はここまでにしたいと思います。協力していただいてありがとうございました。タグくんさん、今日はありがとうございました。ました。っていう取り組みを僕は日本で生活するときに頑張ってきました。でも皆さん、日本にいると韓国人とたくさん喋る機会がほとんどないですよね。僕もわかります。英語を勉強するときにそうでした。大学入試の時にスピーキングの勉強していたんですけれども、外国人友達がいなかったから誰とも話せなかったんです。それで使っていたのがオンラインレッスンです。最初はですね、I'm fine, thank you and you みたいなことしか言えなかったのに、数ヶ月でちょっとずつ外国人と普通に話せるようになったんですね。その場で直してもらえるって最強だと思います。今回の動画で紹介したiTalkiさんもぜひおすすめしたいんです。まず一つ目、専門の先生に指摘してもらうのが大きいですね。彼らはですね、よく日本人が間違える発音とか文法のずれ方を経験しているから修正が的確で早い。それにお金を払っているから遠慮がないですよね。日常生活だと相手が失礼かなと思って直してくれないけど、先生ならどんどん細かく直してくれる。プロにダメ出しされる時間こそ上達の最短ルートだと思います。一つ目はですね、オンラインなら好きな時間に気軽にできるのも最強です。仕事の合間に30分だけで受けられる。現実だと友達と予定合わせるだけでも苦労するじゃないですか。韓国教室も良いんですけれども、遠かったり授業がなかったりしますよね。iTalkiさんみたいな場合ですと、1レッスンで700円以上からしていたので、気軽に受講できます。コーヒー一杯おごる感覚で韓国語の勉強ができる。サブスクリプションする必要もなく、必要な時にだけ受けられるのもありがたいです。三つ目の特徴ですね、いろんな学習ができます。これ強いかなと思っていて、韓国語だけでなく、英語、フランス語なども気軽にできます。iTalkiさん、世界150以上の言語に対応していて、世界中に3万人以上の講師がいてですね、ネイティブ講師とか日本語対応講師なども選び放題。また AI アシスト機能もあって、個人に合わせた最適な学習法も提案してもらえます。概要欄にですね、リンクとクーポンを載せています。迷っている人、まずは1回だけ受けてみると良いかもしれないですね。最後に伝えたいことはですね、とりあえずやることが大事ってことです。完璧を目指すよりかは、まず声に出す。そして指摘してもらう。ちょっとだけ直す。これをいかに早く反復できるのかが上達の鍵です。僕もですね、日本語を最初から話せたわけじゃありません。大学1年のクラスの飲み会ではですね、日本語を理解するのが必死で、一言も喋れませんでした。その時ですね、3時間も透明人間扱いされたことがあって、とても悔しかったですよね。でもそこから今まで周りの日本人の方々に上達したいんですけれども、一つ一つ指摘してくださいねというお願いしたりとか、英語を学ぶときには周りに人がいなくてもこうやってオンラインで講師の方調べて、もうリアリもう自分でインプットさせる。これがとても役立ったというふうに覚えています。間違えて笑われて落ち込んで、でもまた話して、その繰り返しで今こうして日本語で動画を撮れるようになりました。だからもしあなたが今話せないと悩んでるなら、今日から一歩だけ踏み出してみてください。そして最初の相手としてですね、iTalkiさんもぜひ試してみてほしいです。スマホ一つで世界中のネイティブとつながれる時代です。あなたの韓国語もきっと今日から変わります。本日の動画は以上です。以上、パクでした。アニョン。